I've been out there on the open road 1,000,000 miles and I haven't slowed. I'm burning rubber, racing the thunder. Worn out suitcase and an old guitar. Restless mind, I've got a rebel heart. Call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back. おはようございます。僕は今大分県九重町に来ています。前回の動画では由布市を観光して九重町の旅館に泊まりました。今はその翌日の朝なんですが、旅館の近くにすごく綺麗な山があったので朝からハイキングしています。でこの山おにぎり山っていうんですが、いやー見てください、これ大草原ですよ。この向かい側の山からソリに乗ってシューって草スキーやりたくなりますね。しかも山っていうよりは丘に近いので簡単に登れるので目星をつけてきました。わあすごいね。見渡す限りの山々。ちょっと足を踏み外したら滑り落ちちゃう。なかなかスリルありますよ。さあそして早速到着しました。おにぎり山の頂上ですかね。もう標識が古くなっちゃってます。ただちゃんとおにぎりのオブジェがありますよ。かわいいね。朝一でおにぎり山に到着しました。こんだけ気軽に登れるのに景色が良すぎる。すごいな。遠くの方に由布岳も見えますね。大分の山々は本当美しいですね。この九重町の人口はおよそ8,000人です。町の半分を国立公園と国定公園が占めているので、すごく自然豊かな町です。このおにぎり山っていうことで、ここでおにぎりを食べても最高だと思うんですが、昨日泊まった旅館で8時から朝食があるので、それを食べようと思います。で、今は6時半ぐらいなんですが、これから宿に戻って貸し切りの露天風呂を予約しているので、それに入ってから朝食を食べます。朝ハイキングするには本当に最適な場所ですね、ここ。こんな本当に離れのような場所に貸し切りの露天風呂があります。すごいね。入ってきます。露天風呂がこちらです。朝食もありがたいですね。朝ハイキングしたおかげでめっちゃお腹空いてます。朝食が嬉しい。宿をチェックアウトしました。いや、とてもいい旅館でしたね。この筋湯温泉の温泉郷もかなり好きですね。また来たいです。早速九重町を楽しんでいきます。最初にやってきたのは小松地獄です。筋湯温泉のすぐ隣にこんな感じの地獄巡りができるところがあったので立ち寄りました。黙々と蒸気が立ち上がってます。この場所も本当に散歩するにはちょうどいいですね。森林浴をしながら地獄を巡れるという。おお、結構思った以上に広いですね。島原半島の雲仙地獄にも近い感じがしますね。全体感はこんな感じです。
こんな感じでめっちゃグツグツ湧いてるところもあります。でそんな熱を利用して持ち込めば温泉卵も作ることができるそうです。道が崩落しちゃってますね。かつての豪雨被害に遭った時の名残なんですかね。この場所は2020年に豪雨災害にあって、その後に復興工事が行われて遊歩道が整備されたそうです。軽く観光するにはちょうどいい場所ですね。左方向です。さあ続いて宮殿八丁原発電所にやってきました。ここで施設見学ができるので見学していきたいと思います。中の撮影ができる部分とできないところがあるのでちょっとどうなるかわかんないですが見ていきます。八丁原発電所は地球の熱を利用して電気を作る国内最大の地熱発電所です。見学では最初に映像を見た後、スタッフの方の解説で地熱発電について学び、その後実際の設備を見て回りました。地熱発電は地下から取り出した蒸気でタービンを回し電気を作る発電方法です。二酸化炭素の排出量が少なく、天候にも左右されにくいため安定して発電できる再生可能エネルギーとして期待されています。では地下の熱からどのように電気が作られるのか簡単に紹介します。まず地下に染み込んだ雨水がマグマだまりの熱で温められ、高温の蒸気や熱水となって地下深くにたまります。ここが地熱貯留層。イメージとしては地球の中にある巨大なボイラーです。この地熱貯留層まで掘った井戸が生産井。そこから蒸気と熱水を地上へ取り出し、パイプを通して発電所へ送ります。運ばれた蒸気と熱水は汽水分離機で分けられ、蒸気の力でタービンを回して発電します。この発電機のある建物の中は蒸気が通る設備に囲まれていて、かなりの熱さを感じました。使い終わった蒸気は水に戻して冷却し、残った熱水は還元井から再び地下へ戻されます。見学して特に印象に残ったのがこの冷却塔。水が勢いよく降り注ぎ、空気に触れながら冷やされているのですが、かなりの迫力がありました。八丁原発電所は一定の出力で連続運転しているため、中央制御室も基本的には無人です。これだけ大きな施設なのに人の姿がほとんどないのが不思議な光景でした。八丁原発電所を見学してきました。地熱発電の仕組みについてすごく丁寧に説明してくださってよくわかりました。こういう施設見学とか工場見学めっちゃ好きなんですよね。いや面白かったです。ここは何？すごいでかい駐車場。スキー場だ。九十森林公園スキー場。九重町も運転するのが気持ちいいですね。森林ドライブですよ。目的地は右側です。お疲れ様でした。山並ハイウェイ展望台にやってきました。ここは名前の通り山並ハイウェイの峠のところにある展望台なんですが、ちょうどこの場所は大分と熊本の県境にある場所なんですよね。目の前には阿蘇山と九十連山が見渡せます。いやー雄大ですね。すごい。本当このエリアの自然素晴らしいですね。さあ続いて牧野戸峠にやってきました。この場所は九十連山へ登山する登山口の有名なところですね。これが登山口で、登山口のところには道の駅みたいなものがあります。ソフトクリームとかいろんなものが買えます。高原ソフトを買いました。熱っ。濃厚で美味しいですね。あと大分県産かぼすサイダー。この近くには九州本土の最高峰の中岳もあります。九十連山の登山もしてみたいですね。でもせっかく来たのでちょっとだけ登ろうと思います。なんか近くに沓掛山っていうのがあって、
そこが展望が良くて1時間ぐらいで帰ってこれるみたいなので、そこに登っていこうと思います。それでは早速登っていきます。さあ入っていくぞ。いざ入山。今から登る沓掛山はだいたい1時間ぐらいで行って帰ってこれるっていう結構簡単な山なので、すごいちょうどいいです。こんにちは。登山口から舗装された坂道を上がってきました。ちょっと開けましたね。めっちゃ綺麗じゃん。ここが沓掛山の展望台ですね。こんな感じで東屋があって、いやーすごいね。いやーこの場所からでも十分に綺麗ですね。なるほど。この下に見えるのがさっきソフトクリームを食べた登山口の入り口ですね。そしてこっち方面は山並ハイウェイですね。湯布岳も見えます。いやー本当に大自然ですね、九重町。引き続き登っていきます。ちょっとだけ登って展望台で引き返すっていうのもいいと思いますね。景色は本当に十分に綺麗なので。今いたところを振り返るとこんな感じです。今日は天気のいい土曜日なので登山してる人もめっちゃいますね。いや綺麗だな。なんかポイントがある。ここは九十山と牧野との間って感じなんですが、巨岩があります。ここは沓掛山展望所っていうところですね。でこの先には九十山とかが見えます。こんな狭い岩場を通っていく。木の間から絶景ポイントが。いやー本当に緑。沓掛山の山頂に着きました。よっ来ました。沓掛山の山頂に到着しました。いやーいいですね、登りやすくて。ここを本当に最初のポイントとしてどんどん九十連山の中に進んでいく感じですね。いっぱいいますね人。山登ってますね。いやーちょうど良かったです。本当に片道30分っていう感じで宮山霧島も見れて、この九十連山の美しい山々も見ることができます。手軽なハイキングにちょうどいい山ですね。さあ駐車場に帰ってきました。登山後にソフトもう一個買っちゃいました。いやー最高。やっぱ暑い日にはアイス。結構このバイカーの人も多いんですよね、この辺。やっぱ走りがいがある道というか。さあ次のスポットも自然です。次は湿原ですね。さて続いて半田公園というエリアにやってきました。今いるのは長者原っていうところですね。でこの隣には観光案内所とかがありますね。ここを拠点にして九十連山に登っていく人も多いんじゃないですかね。この場所はこんな感じの交差点にあります。観光案内所とか登山口って書いてあったのがここで、これは長者原のインフォメーションセンターですね。そしてこれが長者原。この背景の山もすごいね。入り口には富士の花が咲いてます。木道のコースと一周ぐるっとするコースがあるみたいですね。この場所は
ラムサール条約に登録されていて、山の湧き水によって作られた貴重な湿原なんだそうです。自然がすごすぎる。いやー、こういう自然が近くにあるのは羨ましいですね。いや、今回本当に自然がすごいとかそういう感想しか出てこないですけど、いや本当にそうなんですよね。いや、こんなとこ毎日歩きたいよ。この長者原は木道から降りて歩くことはできないので、人がいない分本当にまるで天国のような景色ですよ。ここから見える九十の山々、目の前にぽっこりあるのが三俣山っていうらしいですね。本当に三俣になってますね。で、黄色いところは硫黄山っていう硫黄の部分が見えますね。いや、もうなんかこういうところ散歩して本当に本読んで一日過ごしたいなって思いますね。建物の目の前には足湯もあります。観光センター内には食事処だけじゃなくて温泉施設もあるみたいです。長者原エリアを楽しんできました。ここも自然がすごいですね。まだまだ見たいところがあるのでさらに進みます。さあ、続いて九重夢大津橋へやってきました。ちょっと小腹が空いたので先にバーガーでも食べようと思います。九重夢バーガー、なんかネーミングが面白いですね。いや、すごいね。いただきます。美味しい。すごいボリュームがすごい。綺麗に食べるの不可能な本当ボリュームですね。九重夢大津橋です。早速渡っていきます。九重夢大津橋は長さ390メートル、高さ173メートル、幅 1.5 メートルで日本一の高さを誇る吊り橋なんだそうです。この吊り橋、名前に夢と入っていますが、その誕生にもロマンがあります。始まりは昔から地元で語られていた、この谷に橋を架けたら紅葉や滝を一望できてすごいだろうなという住民たちの声でした。過疎化や少子高齢化が進む町に新たな観光の目玉を作ろうと、総工費およそ20億円をかけて建設。しかも国や県の補助金には頼らず、建設費はすべて九重町だけで賄ったそうです。2006年に開通し、今では累計1300万人を超える人が訪れています。まさに地元の人たちが思い描いた夢を町の力で形にした橋なんです。橋は左側通行らしいです。思ったよりめっちゃ揺れる。193メートルって本当に結構思った以上に高いんですね。これ多分高所恐怖症な人は多分来れないですね。で、下はグレーチングになってて、このねスケスケなんですよ。そして今ちょうど真ん中あたりに来ました。高さの比較でこの吊り橋はゴジラやピラミッドよりも高い。このぶっといケーブルで支えられてるわけですね。吊り橋の中央から見えるのは日本の滝100選にも選ばれた神童の滝、小滝と目滝、2つの滝を見ることができます。滝を見るために作った橋なので眺望は抜群ですね。滝に虹がかかってますね。すごい綺麗。行って帰ってくるだけなので他に見るところも特にないんですが、なかなか迫力ありますね。ここの夢吊り橋行ってきました。適度にスリルがあってめちゃくちゃ景色もいいので良かったです。あともう一箇所だけ行きたい自然があるのでそこ入ってみたいと思います。ひたすら森の中を進んでいきます。目的地に到着しました。森の中をずっと進んでたどり着いたのがお池園地っていうところですね。100円の協力金を
入れて入っていきます。九十連山登山って書いてあるんで、このルートから登山する人もいるんですね。涼しい。今日一番涼しい。森の中にある場所のさらに森の中に入っていきます。ここは原生林なんですね。人間の影響を受けない自然のままの森林。いいね、ちょうど日が差して見やすい。登山道もあるんですね。やっぱ進んでいきましょう。この御池園地は九十連山の湧き水が流れる場所なんだそうです。日本の名水百選にも選ばれているそうです。森の中の散策時間は約20分。右回りと左回りがあるそうです。この川のせせらぎと野鳥の声しか聞こえません。素晴らしい。ここからが御池遊歩道。上の台かな、上の台、どっちかわかんないけど、ここで2つに分かれるってことかな。この木も立派ですね。自然はやっぱ観光地としても人気ですけど、ちょっと奥まった位置にあるだけで一気に人がいなくなりますね。完全に日が暮れる前に来ないと絶対迷子になりますね。うわ、すごいね。ここもこの苔石がたくさん並んでますよ。ここも木が倒されたものが、川が削られて、もうそのまま木が倒れて、それが川になってますね。またすごいね。あそこももう崩れる寸前ですね。階段が現れました。水の音が聞こえるので、もうそろそろかな。まだ現れませんね。いやー、すごいね。名水の滝の行き方が分かんないですね。特に道らしいものもないんだよね。どうやって行くんだろう。名水の滝を見にやってきたんですが、なんか行き止まりっぽいんですよね。この先どうやって行くのかよく分かんなくて、時間的に夕方なので引き返します。いや、どこにあるんだろう。結局滝の場所が分かんなくて戻ってきたら通り過ぎちゃったみたいで、ちょっと暗くなってきたので、引き返すのもあれなので諦めます。原生林の中を歩くだけでも気持ちよかったのでよしとします。最後、夕飯を食べにやってきました。レストラン青山です。目の前が大きなガラスになってて景色が綺麗です。注文したのは看板メニューのチキン南蛮。もも肉と胸肉を食べ比べできてボリュームもたっぷりです。胸肉も柔らかくてたっぷりかかった自家製のタルタルソースだけでも十分美味しいんですが、感動したのがこの柚子胡椒。これを少し乗せるとピリッとした辛みと香りが加わってさらに箸が進む絶品の味でした。ということで今回は大分県九重町を観光しました。温泉に登山に地熱に大自然、もう火山のエネルギーを存分に感じる旅になりました。かなり体も動かしたのでめっちゃリフレッシュされました。この動画が参考になれば嬉しいです。最後のご視聴ありがとうございました。